関係ないですよね。その不便かどうかなんてね。旅路まで全部ワクワクするっていうのが理想ですね。自分の時間を使わないで得るものっていうのがないのかな。デンはですね、世界のベストレストラン50で11位、2019年度ですかね。そして直近のアジアのベストレストラン50で3位ということで、評価を受けていることに関してはどういうふうに考えていらっしゃいますか？もう率直にやっぱり、なんかうちのお店を応援してくれる人とか、その好きな人が多いのかなっていう部分ではすごい嬉しいですね。そうなんですね。まあそうやってランクインすることで、お客さんがそれを知った上で来てくれるみたいなことっていうのは増えてるんですか？それをきっかけに来てくれるって海外の方はやっぱ特に多かったと思いますね。そうなんですね。はい。まあその多分若い世代の料理人さんであるとか、料理人を目指している若い方で、まあ将来自分もそうやって、まあ世界的に評価されるようなお店になりたい、そういうシェフになりたいっていうふうに考えていらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、何かその秘訣というか、まあこういうことを頑張れば世界で評価されるんじゃないかなみたいなのってあったりしますか？まあそのなかなかその日本国内で、例えばじゃあ食べログとかミシュランで評価を受けるっていうのと、必ずしも同じじゃない部分ってあると思うんですけども。単純なんですけど、例えばアジア50で言えば、ランクしてるお店全部食べに行ってみればいいと思います。やっぱりそのシェフに興味を持って、どんなもの作って、どんなもの食べてるかっていうことを知って、新しく自分の料理に向かうっていうことが一番の最短ルートかな。僕よく聞かれるんですよ。どうやったら入れるんですか？誰の料理食べたい？50入ってるシェフのこことこことここなんですけど。いや、時間が。自分の時間を使わないで得るものっていうのがないのかな。時間っていうものはやっぱりみんな平等にあるし、今世界中どこにだって行ける、まあ今コロナであれですけども、世界中に行ける環境にあるんであれば、自分が興味持ったところに行く、食べる、でシェフに直接話する。それってシンプルに一番直結するんじゃないのかな。こんなもん作ってんだ。俺にはこんな発想ない。こんな感覚ない。シェフなんでこんなの作ったの？俺も頑張って作るから、今度日本来たら食べに来てよ。で、いいんじゃないのかなと思うんですけどね。そうですよね。一番シンプルな答えとして。そうですよね。あとまあやっぱりそのインスタで料理を見ることができても、その雰囲気も含め、まあさっきから話しているダイニングエクスペリエンスとしてのレストランっていうことは行ってみないと体感できないですもんね。なんかこう、良くも悪くも行った気分にはなれるんですけど、やっぱり自分で行って感じたものとか見たものの映像って濃厚に残ってるんですよね。例えば、ガガンの出す塩の香り。うわ、くっさみたいなのって行った人じゃないとわかんないじゃないですか。やっぱりあの環境で、ガガンがブワーンとパッションで、あのエネルギーの中で出す料理。ガガン食べて、ガガンこれ全然美味しくないけどとかって言うんですけど、美味しいんじゃないんだよみたいな。なんか文化ですね。そう。でも、その人に合わないとやっぱわからないし、どこまでその自分が動けるかとか感じられるかだと思うんですよね。だから、いくら料理を見ても、ね、50では例えば50位からね、1位までバーンとメニューが出て、こんなもん作ってんだって。わかんないじゃないですか。チェアマンがあんな狭いなんて誰もわかんないです。こんなんなりながら入って食べて。1位になった香港のね、チェアマンは、まあ香港の中では特にすごく小さい部類に入るお店ですもんね。だから、お客さんに伝えることも、自分の料理にすることも、お店を作ることも、経験したことって何の迷いもなくできます。ただ見て聞いてだと、もやっとしかしないです。だから自分が行って経験することっていうものを持って帰ってくることが一番いいんじゃないですか。そうですよね。やっぱり食べ手としても、やっぱり行ったことがないお店って評価しようがないですからね。やっぱりちゃんと行ってみて、自分で体験した上で、こういうお店なんだなって初めて理解できるっていう。まあコロナさえ関係なければ、どこにでも行ける時代になってますからね。世界中どこにでも行こうと思えば行ける。そうですよね。だからそこを日本だと割と仕事があって、時間がなくてお金がかかってっていうんだったらそれはそれでしょうがないです。ただ僕が聞かれて、そういうの何も抜きにして、例えば、だったら経験してきた方がいい。行った方がいい。シェフに直接話を聞くし。っていうのが一番理想というか。そうですよね。あとはまあその食べ手としてのまあ感想になるんですけど、50に興味を持ってる人みんな思ってる方だと思うんですけども、アジアも含め世界中の料理人が日本のまあ料理ってすごいよね。日本って美味しいよね。なってると思うんですけど、まあそんな中で、まあなかなかこう、まあランキングで言うとですね、1位になれないと。で、まあ僕も含めいつも毎年、日本のお店、ネンさんはじめ応援してるんですけども、
そのあたりやっぱりなかなか難しさっていうのはやっぱりあるんですかね。僕、正直、あそこに入ってる人たちみんなと会うのが楽しみなぐらいなんで、全部1位なんですよね。あの中に入ってる人って。それこそ、ジュリアンもダニーもみんな友達ですし、オデットが2位で呼ばれた瞬間にダニーにメール入れてるし。だからやっぱり、応援する、僕もね、プロ野球とかね、スポーツとかで応援する側としては1位になってほしいと思うけど、案外その中の人たちはそう思ってなかった分。ただあれを無理やり1位取りに行こうっていうふうに考えるんだったら、やっぱりもっといろんなところに出てったりとか、する必要も必要なのかなと思います。なるほど、なるほど。評議員っていうか、審査員の人に知ってもらうっていうことをやっていくってことですね。やっていくってことも一つの形。でもやっぱり、50自身もそこじゃないし、自分たちのお店がこういうふうに評価されるっていうことに対してもちろん嬉しいし、でも他の自分の好きな店が上になってくるともっと嬉しいしみたいなものはありますよね。まあ今年はそういう意味では3月に発表があって、香港のチェアマン、さっきから話してますけど、新しい世代の中華料理、中国料理というか、が1位になりましたね。オーナーであるダニーとは付き合いが深いというか長くて、僕も多分初回行った時は、ね、ダニーに連絡してくれてっていう形で僕行ったんですけども、本当に素晴らしいお店で、まあそういうお店がピックアップされるっていうのは嬉しいことですよね。50で言えば、やっぱり僕、ある程度流れがあると思ってて、で、ガガンとかがやっぱり1位にバーンってなった時って、やっぱりこう、パッションだったりとか、気持ちとか、ああいうのがバーンって出てる人たちがあって、で、ジュリアンみたいなああいうフランス人シェフがシンガポールに行って、またフレンチをシンガポールで広げてっていうことも一つだし。すごく精密な料理ですよね。本当に。あいつの作る料理は本当に僕も大好きで。何よりもチームもいいんですよ。シェフがいて、数シェフが3人いるんですけど、全員シェフクラスですね。やっぱりその完成度の高さというか、精密度の高さはやっぱり、もうアミューズ食べるだけでわかりますよね。それこそ、ジュリアンとはシンガポールのイベントやったし、香港でもイベントやったりしてるんですね。いろんなところで。だけどやっぱりクオリティが半端じゃない。本当に半端じゃない。逆に、ダニーなんかは、どっちかっていうと、シンプルで、家庭的で、なおかつ洗練されて、ああいうもので食卓を囲むことによって、みんなが一つになれるとかっていうのがあるんじゃないのかな。ダニーのところの料理一人で食べるよりも、やっぱりいっぱいでこうパーッと並んで、そうですよね。大きいものをシェアして食べるっていうようなものがやっぱり一番魅力的なんで、ジュリアンのところで食べたああいう環境も美味しいけれども、ああやってみんなで食べたのって美味しかったなとかっていうことが、なんかこう、一票入れる、もっとこう気持ちになってくるんだろうな、みたいな。そうですよね。まあそういう意味ではやっぱり、コロナの影響っていう意味で言うと、やっぱりレストラン業界に打撃って大きいし、ちゃんと営業できてないかったお店っていうのも多かったわけで、そういう意味ではこのアジアの50にしても、ちゃんとみんな生き残れたねっていう、なんていうかこう、お祝いというかですね、まあそれに近いものがあったのかなというふうにはすごく思ったんですよね。今回は特にその51位から100位まで発表されて、日本のお店でランクインしたお店でも当然その分増えているので、その喜びを分かち合うっていう要素がより強まったなっていうふうには思ったんですよね。今回そうやって、まあ、ある意味日本のお店で今まで、そういう意味では50位以内にランクしてないお店でも、51位から100位でランクインしたところ増えましたけど、それについてはどう思うんですか？なんか、やっぱりいろんな意味で知ってもらえるっていうことはいいだろうし、やっぱりどっちかっていうと東京とか大阪とか大きい都市よりも、そうじゃないところでっていうのも何か、こう魅力的だし、海外多いじゃないですか。そうですね。1割まであの距離行って、あの景色を見た瞬間に、一気に、うわーって思うじゃないですか。そうですよね。ね。本当に。だから旅行も含めて何かこう、やっぱりレストランっていうものがあるのかな。行くまでにワクワク感とか、帰りの満足感とか、で、行くことによってまた他も見たりとかできるし、そういった意味で、レストランで美味しいものを食べるっていうものじゃなくて、さっき言ったその体験をするっていうことは、行くまでのね、準備とかもそうじゃないですか。そうですね。だからそういったことも含めて、多分すごいいいことだなと思いますね。そうですよね。まあ本当におっしゃる通り、今回そういう意味では、主要都市にないお店、まさにヴィラアイダさんとかがランクインしたっていうのは僕すごく大きな一つの、なんていうか、転機になるんじゃないかなと思ってるんですよね。で、僕自身はやっぱり、デスティネーションレストランって呼んでるんですけど、わざわざ旅をして、その目的地になり得るレストランっていうのが日本中にはいっぱいあると思っていて、でそこはもっとスポットライトが当てるような状況になってほしいなっていうふうに思ってるんですけども、そういう意味では他にもいい店、地方にいっぱいあるじゃないですか。ありますね。でもやっぱりなかなかね、行くのが大変だったりとかする。だけど、ヨーロッパとか見たら、そういうお店の方が逆にお客さんがわざわざ来て脚光を浴びる
ことが多いっていうケースもあるので、日本もそうなるといいなっていうのはすごく思ってるんですよね。それこそさっき話出たイタリアのリド、オッタンタクワトロ、リド84ってお店とかって、まあ遠いじゃないですか。まあ遠いですよね。まあ遠いですよね。ミラノから2、3時間かかりますね。そうですよね。車で。まあ3時間弱そうですよね。ガルダ湖っていう湖のほとりにあって。だけど本当に素晴らしいレストランでね。もうイタリア有数のお店になったんですけど、まあ関係ないですよね。その不便かどうかなんてね。もうみんなそれ来ますからね。車の中で行って、また今日何出んのかなみたいな。そうですよね。カチョエペペは絶対頼もうとかって思うわけじゃないですか。そうですね。だからそういうところにワクワク感があって、だから近くだから常連じゃないですよね。自分が本当にまた行きたいところとかっていうような感じが、何のとこ行くにしても、今日はカニがあんのかなとか。全然違うの出てきたっていうのもまた一つだし、なんかそういうワクワク感っていうものは、レストランに感じてもらえるような、旅路まで全部ワクワクするっていうのは理想ですよね。どっちがいいではないと思うんですよね。それこそ地方の良さ、落ち着いたこういう時だからこそゆっくりとかっていうものになってくると、立地っていうものが東京だからすごいっていうものではもうなくなってきてますよね。だからもっと自分の感覚とか自分の好きな場所とか、ここが好きっていうものをしっかり決めれるように日本人がなってきてるのかなって思いますね。みんながあそこ行ってたから行こうっていうのも、時間、レストラン今までね、10軒食べに行ったのが今5軒になってるんだったら、その中で自分が本当に行きたい場所に行くようになるだろうし、だからコロナによってダメなことばっかりではないな。自分を見つめ直したり、シェフとして自分の時間であったり、で、働く環境であったり、お客さんとのつながり方であったり、本当にコロナで大変だった、嫌だったね、じゃなくて、コロナによってこういう風にレストランが変われたね。こういう風にできたね。新しいことにもチャレンジしたよね。僕、ズームでロシアの、ブラッドミルと一緒に、ズームで向こうの人たちに料理を教えてあげた。そうですね。ロシアの、そんなことってこれがなかったら絶対やらないじゃないですか。そうですよね。でも、新しく一歩踏み出して新しいことね、に対応していった人がやっぱり残っていくのかなとか、いろんなものを得られるのかな。環境に対応しない動物はどんどんなくなっていったじゃないですか。そうですね。だから、それと同じなのかな。なるほど。海外というところで言うと、まあ、もちろんその、電の、まあ、視点だったりとか、そういうのを出さないかという話だったりっていうのもいろいろあると思うんですけど、そのあたりの、まあ、その展開っていうのはどうか一応、僕まだこのコロナのあれで、あれなんですけど、高尾に、うちの、ずっとやった子が、料理長になって、ショーっていうお店をやってるんですけど、まあ、オープンしてまだ半年ぐらいなんで、そこから自分たちでもっともっと広がっていければな。ただ僕がやっぱ行けないっていうのがやっぱ、ね、台湾入れないんですもん。そうですよね。いや、僕もそのね、もちろんお店をやるっていう話は伺ってて、行きたいなと思いつつも、まあ全く行ける状況には台湾はないんでですね。だからまあ、それはそれで逆にこういう環境だから、いろんなとこからお客さんが来るわけじゃないから、地元の人たちにより愛されるような店作りをするように。日本人の料理なんですか？そうです。あ、そうなんですか。じゃあまあ結構前から台湾には入っていて。そうです。もう結構前から。で、オープン前にも多分1年ぐらい前から入ってたんです。あ、そうなんですね。伸びになっちゃった。あ、なるほど。オープニングが。まあでも高尾でやるっていうのはかなり、まあ、その台湾の中でも挑戦であるわけじゃないですか。いや、いい場所ですよ。あ、そうなんですか。料理がまたなんかちょっと面白い、日本人が好きな味わいを彼らは好きだなとか思いますし、まあちょっと行けばね、赤目のアレックスとかも仲いいんで、なるほど。彼らはどっちかと原住民の料理を作ってるんで、僕が好きな山菜とか、そういう苦味のある野菜とかもいろいろ取ったりするんで、教えてもらったりね。それこそ向こうに行って僕の料理を作るんじゃなくて、向こうのシェフたちと、今うちのそのシェフでやってる藤本が仲良くなって、向こうの子たちと仲良くなって、向こうで新しい独自の発展をしていけばいいかな。日本料理って日本人だけのものじゃないんで、だから、それこそいろんなところで、いろんな日本料理ができてきて、まあ、高尾の店に日本人の料理人が、いや、なんかあそこの和食食べに行きたいって思ってもらえるようなものになればいいなと思ってますけどね。多分なんか日本じゃなくても、その土地土地での日本料理の、まあ、精神を生かした料理っていうのはあるのかなと思うんですよね。まあ、それこそ、カリフォルニアでシングルスレッドっていうレストランがあって、で、日本に長くいたアメリカ人のシェフが、カリフォルニアの食材を使った、ちょっと日本料理っぽいものを、特に朝ごはんとかだよね、
やってたりとかして、これすごく面白いな。カリフォルニアが日本の県だったら、こういう料理になるのかなみたいな。現地の野菜を使ったおひたしとかが、夜はどちらかというと、西洋料理に近い、フュージョン的な感じなんですけど、朝は普通に和食の定食セットがあって、そうですね。すごくそれが僕は印象に残ってるんですよね。去年それこそイベントやる予定だったんですよ。シングルスレッド。ああ、そっか。そうなんですね。彼土鍋も好きで土鍋の料理もそうですよね。土鍋本とかね。そうですね。メキシコで一緒に料理作ってたんですよ。はい、イベントがあって。で、一緒に作っても、やっぱり発想も面白いし。いや、なんか、初めて会ったのは僕、海外の料理学校で、講師をやった時に、みんないろんなシェフが集まって、そこで会って、すごい、この外国人全身タトゥーなのに、なんで日本語で僕に話しかけてたの奥さんももっとタトゥーみたいな感じで。いかついですね。すごくね、日本語上手で、敬語とかも丁寧で。ああいう日本人だけが作れるのが日本料理じゃないですよね。それこそ、ね、フレンチが日本で流行ってて、日本のフレンチが評価されるのも同じだと思うんで。ね、日本人が想像しないような日本料理の進化系みたいなのがいろいろ海外に出てくると、面白いですよね。僕らも勉強になると思いますよ。その食材の使い方とか。そうですね。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。